ちは。大工の荘園です。6月下旬に立ち前しまして、足掛け5ヶ月、ようやく仕上がりました。引っ越しの前にね、中を少しだけ見せてもらいましょう。では、シーズン4総集編、スタートです。YouTube に上げる新築現場4件目になりますね。シーズン4、この現場はね6月中旬からかかりました、今年の6月暑かったですね。30度超え。特にこの土台線の日はね本当に暑かったですよ。そしてこれまでの3軒と今回の建物では工法が変わります。基礎の形も違いますし、土台の付け方も違います。換気口がありません。土台の下の基礎パッキンで換気口の代わりをしています。そして急遽インパクトレンチ買いました。このレンチはめちゃくちゃ重いんですよね。土台の長レンしか使えないんですね。この現場は磨き丸太4本建てました。県の住宅で丸太4本なかなか使えません。もう今の建物はもう全部プレーカットで刻んでくるんですけども、でもこの丸柱を垂れたり柱の下に石をつけたり手がんなで削ったりプレーカットでできないことは大工仕事で手加工としてやってきます。建前前日の下準備、前組みですね。柱を立てるだけなんですけども、建前の朝がうんと楽になりますね。建前当日はおみきを巻いておみきいただいてやってきます。今回はね珍しく晴れましたね。だいたい3割から4割の確率しかないんですけどね、晴れてよかったです。カッパを着なくて済みそうですね。建前の人数ですけどもだんだん少なくなってきましたね。昔は10人はおったと思います。っていうのはやはりこのロープ持ちがいらなくなったってことでしょうね。どうでしょう、通し柱を立てますとね必ず通し柱に2人ずつロープ持ちがいりましたよね。昔はねその4人がもう全然いらないってことですよね。もう8人もおったら多い方って言われます。自分らはだいたい7人から8人でやってます。建前の玉掛けは、ベテランの大工さんでだいたい一人でやってもらうんですけども、後のもう若い衆は、役割分担が決まってるわけではありません。正直
自分らの建前には飛びさんはいません。各自職人なんで、もうおのず自分の役割を、見つけて仕事するってことですよね。不思議と、それで仕上がっていくんですよね。建前が終わったのでサッシを取り付けていきます。この頃のサッシはほぼ樹脂サッシに変わりましたね。樹脂サッシって言ってもアルミサッシよりも丈夫にできてますね。そして傷がつきにくいっていうのがいいですよね。床の断熱材は大引きと土台の間に入ります。これまで3軒やってきた現場は土台に入るんじゃなくて基礎断熱ですね。周りの基礎の外周に断熱材を貼り付けましたね。今回の現場はそこが根本的に違いますね。そして床も前までは根太を打ちました。今回から 24mm の合板ですね。捨て張り工法に変わってます。化粧の床を張らなくても床ができている、養生もしなくていいですね。足元が楽ですね。床の捨て張りができて動きが楽になったので、今度は壁、屋根裏、本格的にこの家一軒を断熱材で巻いていきます。壁は厚み120のプラスウールを入れます。屋根裏はたるきの間に100のプラスウールを二重にして入れます。なかなかこれはもう手強い断熱入れですね。結構ね、暑い時期にもう来てたんで半袖で最初やったんですけどね、賢いんですよね。シク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 大変でした。ガラスウールが大変というよりもシートが大変でしたね。断熱と気密は同じようで工事は違うんですよね。気密はシートを貼ってまだテープを貼ってどっこも穴の開いてないきちっとした秘密を出すっていうのがこのなかなか厄介でしたね。そして外部の軒天をやってきます。天気もいいですしね。外部の軒天を張らないと張屋さんが壁の下地ができない。上の部分だけはしてもらってあるんですけども、そこに軒天を張ってきます。で建物は断熱材の入れ方と気密性、そこが違うんですけども、後の動作はだいたい同じような作りになります。でも軒天のある品物は杉板の同じ板だったんですけども、軒天に換気口を取ってありますね。ここで軒裏に空気を回してやるってことですね。これによって少しでもこの外気がね中に伝わらないように。建物は気密だけではダメですから、その気密の外は通気層で空気を回してやる。なかなか考えてありますね。軒天張りもね
この最後がもがきますね。今度は床張りですね。手張り工法の場合は、値段がない。値段の分上がりがまちは下がります。ですから上がりがまちがもう床に沈み込んだような形に思いましたね。でも手張りが24ミリある。上の化粧板が15ミリ、トータルで39ミリですか。かなりごっついですよね。でボンドで貼っていけば、それは30ミリのネタ列を貼ったよりは丈夫になりますよね。そしてもういいとこは絶対にこれ床なりがほぼこれしなかったですね。それがもう一番良かったですね。これでいこうかな。今回の床板はヒノキの15ミリの無地板です。板でもね、無地板と節のない板は違います。ハンコが無地な場合は柄も吟味してありますね。ただ節のない板というのは木が悪いです。で今回は本当に等級のいい無地板が当たりましたね。これもね、当たり外れがあるんです。無地って書いてあってもこれはねっていうやつが出てきます。でももうほぼほぼスカッとした無地板でしたね。もう一回 OK。 この現場には点検口が2つありました。床下を2つに分けてあるということでしょうがなかったんですけども、なかなかね1個でもこれ苦手なのにね、2個ちょっとやっぱ厳しかったですね。つきすぎたんや。今回の階段も直階段です。親板入りの14段松の直階段です。本当にシンプルな階段になります。14段の直階段、大工にしたら一番お得な階段ですよね。だいたい家一軒に階段は一つです。その形によってね、本当に日数が変わります。普通の場合ですとやっぱり加工して直階段でも仕上がるまで3日ほどかかります。これが回り階段、上下また直でかけてもやっぱし倍はかかりますよね。その点直は真ん中の段数が増えても上下の仕事は1個分ですから、やはり大工としたら美味しい階段ですね。
でも階段は同じ直階段でもその現場現場で全部収め方が違います。結構面白い仕事ですけどね。今度は2階の勾配天井ですね。船床天井となってますけども、船床天井は左右対称の勾配天井が船底に見えるから船床天井。それが片側ですとただの勾配天井ですね。初めの設計は腰折れ天井でした。勾配で上がって胸の近くだけが水平にフラットに直ったんですね。ここにロフトがついてまして、このロフトに上がった時にここでフラットにしてあるっていうことは幾分低くなりますよね。上がり下りがしにくい。どうせなら勾配のまま上がった方がいいんじゃないかっていうことで船底に変わりました。結果この方が高く広く使えましたね。このお宅はね、板張り天井が多かったですね。何十足も届きますから色合いを区別してね。この船床天井は白い木だけで行きました。隣の子供部屋はね赤だけ、おばあちゃんの部屋は赤と白を混ざった、いろいろこのパターンを変えてね、各部屋で貼ってきました。2階のホール部分に3600のベンチ兼用の勉強机ができます。2階の空間は共用スペースになりますね。家の真ん中にこれだけのスペースをとる今の設計はもったいないというか贅沢な作りですよね。もう昔ですと少しでも部屋数を取りましたよね。でも今は家族全員のこういう空間って必要なんですよね。そして階段の手すり壁には本棚がつきます。長いベンチに腰掛けて、読書もできますしね。この大きな窓の正面に夏の花火大会が真正面に上がります。このベンチに腰掛けてクーラーの効いた部屋でね、ビール片手に花火大会が見れる最高の空間ですよね。今度は軒天材と同じ板なんですけども、とてつもなく広いポーチの天井を張っていきます。今までにこれだけの広さの天井張ったことないですね。全体の広さは大変広いんですけども、軸組みで一軒に間仕切ってあります。ですから板自体は一軒も2メーターもんで張っていくことができました。そしてこのお宅は外壁の一部分だけが杉板の下見張りになってます。下見板っていうのは出来合いの材料がないってことですね。一枚一枚自分で手加工してやらないとダメや。削ってしゃくって初めて下見板ができます。厚みは11ミリか2ミリなかなかできないんですけども、両方しゃくって
相着りですね。最後に隙間が少し空いた状態の杉板張りになります。家全体ではなくてね、こういう風にほんの一部分だけを下見板で囲います。ワンポイントというかアクセントというか、一部分だけを違う材で仕上げてやる。もう少し貼ってもいいんですけどね、下見板は見た感じ落ち着きますよね。今度は作り付けの玄関収納ですね。簡単に言えば下駄箱ですね。長さは1軒半ありますからたっぷりと入りますよね。おープン急遽右側だけを傘掛けにする、底がないのを作ってくれってこう言われたんですけども、結局下の台はこれを通すことができなかったね、組み立てにね悩みましたけども、シンプルですけども容量の多い玄関収納になりましたね。高さが合わない。そしてテレビ下の収納、できるだけ小さく目立たないように。でもこの上に75インチのテレビがつきます。多分テレビに圧倒されて下の収納は目立たないと思いますけどね。今度は床が30センチ上がった小さな和室ですね。小上がりって呼んでますけども、床を30センチ上げて、そしてその空間を収納で使って、この上がった部分が腰掛けになる、そういう形の少し上がった空間になります。この頃2軒に1軒ぐらいは小上がりを取ってあるんですけども、この床を30センチ上げる収納ができる、このお宅ですと引き出し3つがつくってことですね。そしてここが腰掛けになりますね。知り合いが集まった時にね、腰掛けるのにちょうどいいかもしれませんね。テレビも見れますし、薪ストーブを見ながらいい空間にはなると思いますけどね。でもこの高さをまたがないと部屋に登れない。ちょっと足腰が弱った時には大変になるかね。そして部屋の入り口部分に幅の広い敷きが入ります。この入り口は縦具は3本なんです。その3本が壁の中に収納できます。1軒半開放できるってことですね。4、5人は腰掛けれますよね。そしてこれだけの幅の敷きを入れたのも久々ですね。めったにない寸法ですよね。この頃の和室の鴨入れは楽ですね。数が少なくなりましたよね。この部屋ですと4本しか入りません。座敷とか縁側がついている場合ですと1部屋で15本
17本って鴨を入れましたよね。まず欄間がありました。欄間があるってことはもう欄間で4本が1組ですから、これに下の鴨を入れて5本、3組あれば15本ですよね。床さん、押し入れ、書院って言ったらもう20本超えてきます。そのように本当に昔はこの造作っていうと家の鴨入ればっかしとったような気がしますよね。でそれが今はもう3本4本入れれば和室というよりは畳の間を作ることができますよね。和室の鴨居はやはりこの杉の赤みがいいですね。落ち着くというか色合いが好きですね。ヒノキはもう立派っちゃ立派なんですけどね、どうしても冷たく当たります。温かみがないっていうことですね。そして今度は床の間ですね。この4畳半の和室に床の間がつきます。4畳半の半分1365の幅で前板付きの床の間を作ってきました。材料は総ヒノキで作ったんですけども、仕事自体はしっかりと前板入れて、そして2段の床の間ですね。久しぶりの前板が入った床さんになります。正直きちっとした和室はもうかれこれ15年ぐらいは座敷回りなんかしてないでしょうね。でもこういう小さい床さんでありながら、床さんだけは昔風のきちっとしたスタイルにしてある、仏間もきちっとしてある、そういうことはできますけども、まず和室全体の形が変わってしまったんで、なかなか昔のような座敷回りの和室は出てこないかもしれませんね。そしてこの現場最後の仕事のウッドデッキですね。大きさは2メーターの4メーターあります。かなり大きいですね。形は至ってシンプルな、自分何回もやってるような本当にフラットのウッドデッキです。今回のウッドデッキはデッキ板の方向を家の中の床板と同じ方向に揃えてあります。そのことで外から見ても中から見ても違和感もありませんし、広く見えますね、デッキがね。そして足元の塚ですね。この塚を必ず一段下げてやるっていうことですね。自分はこの形にこだわってるんですけども、腰掛けた時にね、足が当たらないし違和感もないし、ここにまた踏み台を置いた時でも邪魔にならない、そういう考えでこの形にしてますけどね。そして皆さんの好きな釘打ちですね。自分はこの釘打ちは嫌いなんですけどね、これだけの数を打とうと思うとね、結構手だるいんですよ。一気打ちなんてよくやってますけども、とても疲れますね。でもビスで仕上げたのと丸頭で仕上げたのと上品さが違いますよね。
シーズン4総集編いかがでしたでしょうか。この家は高断熱高気密の家になってます。夏でも涼しかったです。寒くなってくれば中は暖かかったです。確実に気密性断熱性は効いてます。そして綺麗な材料で動作することができました。で、各場所もこだわりがあってね、いい感じに仕上がったと思います。2階からはね、花火が見えるそうです。方向的にバッチリになってます。本当に夏涼しく、冬あったかく過ごせるような家になってます。もううちの家と大違いですけども、そして拙者には無垢の家をね、十二分に味わって楽しんでいただけたらいいと思います。この立派なテレビでこの YouTube 大学翔也を見てほしいですね。これにてシーズン4完結です。以上、大学翔也でした。